世界の謎に迫るトゥランドプエルグの時間ですよ。今回は日本神話最大の兄弟喧嘩、最高神天照大神 VS 佐野の命の話についてお話ししていきたいと思います。バーサスすんの？はい、バーサスします。前回のお話をちょっとおさらいすると、イザナギとイザナミがむちゃくちゃ最悪な別れをして、その後ね、体を清めに行ったイザナギの命からなぜかね、もう最高の神様三鬼神が生まれるわけですよ。はい、で、太陽の神様天照大神、夜の神様つくよみの命、海を治めろって言われたね、佐野の命っていう三鬼神が生まれるわけですよ。でもイザナギはそれに感動して、うわ、もう俺の仕事終わったわと。はい、で、自分がつけてた首飾りをこう取って、天照大神にバッてつけるのよ。で、もうそなたに、もう天上の世界、ね、高間ヶ原は任せたぞって言って、そういうシーンがあるわけですよ。ここまでが前回までのお話やったんですけども、今回は天照大神っていうね、もう中心の神様ですよ。ここからの。そしてその弟佐野がいきなり大バトルを繰り広げる。いきなり。はい。日本神話の中で一番ピリピリするというね、そういうエピソードをね、お話したいと思いますす。いやー。そして後半は、いつものように、この日本神話とこのシーンどういうことなんていう考察を少し入れたいなと思います。お願いします。天とか夜とか海とかを任されたそれぞれの神様は持ち場につくわけですよ。真面目な天照大神はもう高間ヶ原天上の世界に行ってこう天の神様たちをこうすべていくわけですよね。で、夜の神様つくよみはもう二度と出てこない。なんでや。この佐野の命に関してはもう一切働かなかったわけですよ。もうめちゃめちゃ泣いてた。お母さんに会いたいって泣いてたわけですよ。でもあまりにもそのパワーがあるからもう泣きわめいてるだけで山が死んでいくの、まず。で、川とか海が干上がっていき、なんでどれぐらいの期間泣いてたかって言ったら、顎ひげがもうこの辺まで伸びるぐらいずーっと泣いてて、じじいや。で、イザナギの命が、お父さんがね、お前、佐野と、何してんねやと。お母さんに会いたいんですって言ったわけよ。お前ふざけんな。もう出ていけ、こっからってぶち切れるわけよ。あらあら。でも佐野の命もそんなんやから別にメンタル強くないのよ。そうよね。うわーもう最悪やみたいな。俺お母さん会いたいだけやのにってなって、もうお母さん会いに行こうと。黄泉の国まで行こうって決めんの。またそのパターン。そう。すごい未熟な感じがする佐野の命なんやけど、なんかね、ちょっとね、礼儀正しいというかね、筋通す部分もあって、お母さんに会いに行くんやったら、一回お姉ちゃんのとこ行って、天照お姉ちゃんのとこに行って一回挨拶してから、お母さんのおる黄泉の国に行こうっていう、そういうふうに思うのよ。で、その天井まで向かうわけよ。でも泣いてるだけで、山は死んで、ね、川とか海がもう干上がるようなもうすごい荒々しい神様やから、もう天界にこう向かうだけでもうすごい地震が起こんの。もう天地ひっくり返るんちゃうかみたいな。でもういろんな神々が「天照様」みたいな何か天地が揺れてると思ったら佐野の命が向かっておりまするみたいな感じでガーンって「どうされますか天照大神」。天照からすると突然すごい勢いでこっちに来るからいや殺しに来てんちゃうかなって。なんか高間ヶ原奪いに来たんかなって思うわけよ。やばいやばいと。もう佐野の命はもううわーってこう挨拶に「お姉ちゃん挨拶に行くで」って来てるだけやのに、もう高間ヶ原はもう戦争の準備始めてる。もう佐野来るあんなやばいやつ来たらもうやられてまうぞみたいな感じになって、でも天照大神ももう髪の毛をグッてもう結んで断層すんねん。もう戦闘モードでもう背中に1000本ぐらい矢を刺して、で腰に500本ぐらい矢を刺して、もう何本ね、佐野一人に相手一匹でしょ。何本刺さなしないへんと思ってんねんぐらい、もうありったけの矢を入れて地面を踏み鳴らして海をグーンって持っておたけび上げんねん。うわー女性でしょ。こんな状態でも「さだお姉ちゃん」って言ったら「うわー」っておたけび上げてる、もう断層して天照ですよ。で、何いやみたいな。佐野からしたらね、そうびっくりするよ。もう見たことないお姉ちゃんこんなんなってこんなでっかい弓引いてる自分に何をしに来た撃つぞみたいな。一応話は聞こうとすんねん。ちゃうねんと。お母さんに会いに来たくてその前のお姉ちゃんに挨拶しに来ようとしただけ。嘘つき撃つぞもう撃つぞみたいな。もうプルップルになってるのも天照ビビり倒してる。ほんまなんよお姉ちゃん、ほんまなんよ。どうやって証明する、証明してみせろって言われて全然信じて。佐野の命がじゃあ受けしましょう、受けをしましょうって提案するんですよ。受けっていうのはまじないみたいなもんで、
例えばそのコイントスみたいに、表が出たら僕の勝ちね、裏が出たらあなたの負けねみたいなのを決めといて、でその吉凶を占うというか、いいか悪いかを判断するみたいな、まじないなんよ。受けってね、いろんなこのまじないのやり方があるんやけど、今回はね、その神様しかできへんやり方ですわ。アマテラスがね、佐野が持ってるその剣をよこせと、で渡してもらって、これをなんかパキンパキンって割って、ほんで口に「あー」って入れてガーリ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 って噛み砕くねん。なんで？ほんでふーってこう息を吹きかけたらふわーって破片みたいにいっぱい出るやん。出るよね。それが二柱の神になる。美しいね、もう女神になるのよ。へえ。おお女神かーみたいな感じになって、で次そのスサノオがアマテラスのその勾玉をこう取ってね、水で清めて、それまた口に入れてガーリガーリガーリってふわーってまた吐きをバーって口から出すと、5人のね男の神様、五柱の男の神様がうわーって生まれ出すのよ。アマテラスがスサノオの剣を噛み砕いて振ってやったら女神が3人生まれて、スサノオがアマテラスの勾玉噛み砕いて振ってやったら、ね、5人の男の神様が生まれました。でこれどうなんのってなって、どうなんの？決めてなかったのよ。何それ？食っただけ？そうだ、勢いでやっちゃって、これどっちが勝ちっていう変な空気になって、神々が勝ちよねみたいなお互いがなって、お互いがね、もう神々生まれたばっかりですごい空気の中生まれてんの。何これ、生まれたくね。どんな感じこれ今で、なんかちゃんと決めてなかったから、何をもってこれ勝ちとか負けとかもう分からんくなってもって、そうね、とりあえずまず決まったことが、アマテラスの口から出たけどスサノオの所有物から生まれてるから、スサノオの子供がこの女神ね。でアマテラスの勾玉を噛み砕いてスサノオの口から出たから、アマテラスの所有物やから、このね五柱の男の神様はアマテラスの子供ね。これだけ決まったのまず。はい、まあとりあえずね。だから何みたいな、根本ちゃうどうすんのこれみたいなチーム編成だけ。そうでそこでスサノオがもう高笑いしながら「ハッ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 」みたいな、わしのね心が清いから、こんなしなやかでね美しいね清らかな女神が生まれたんだと。これでわしにそういうね高間ヶ原をやったろみたいな気持ちがないって分かったやろがと、これでわしの勝ちやな、ハッハッハッハみたいな感じで、もうなんかこう議論せんとも帰ってったのよ。満足して。でアマテラスも「いやちょっと待ちなさい、まあでもまあ一理あるか」みたいな感じで、まあこう納得するというか、自分納得させたというかね、最悪の場合はもうね太陽神とも海の神様のもう争いがもう起こってたかもしれない、一触即発の雰囲気が一旦収まったんですよ。でもねこの後なんですよ、最悪な場面っていうのは。なんで？もうこんなんも序の口、この後に真の最悪の出来事が起こっちゃうんですよ。スサノオってなんかこう激しそうな見た目とは裏腹にちょっと繊細なとこありますやん、お母さんに会いたいで泣きわめいてたりとかね。そんな中でイザナギってお父さんに追放されてね、アマテラスお姉ちゃんに殺されかけてるわけやからもうモヤモヤがピークになっちゃう。いやこれ俺悪いみたいな、いや100歩譲って、追放されたのは俺が悪いと、でも挨拶に行って殺されかけるはもうそれ俺悪ないやん。それは理不尽よね。なんでこんな目に遭わなあかんねんってなって、なんかもう帰ろうとしてんけど、もやもやがもう限界やってなっちゃって暴れ出しちゃうわけ。高間ヶ原をもうなんかぐちゃぐちゃにしだすねん。結局やってんだ。そうで佐野の御事がね、じゃあその高間ヶ原を滅ぼしてやるとかさ、支配するぞとかをやるんかなと思いきや、なんか田んぼのね溝埋めたりとか、田んぼ破壊したりとかで、その新嘗祭っていうむっちゃ大事なお祭りがあんねんか。新嘗祭をする神殿があって御殿があって、佐野の御事ここでうんこするんですよ。うんこかい。うんこをまき散らすんですよ。うんこかい。壊したんじゃない？神聖な神殿にうんこするっていう。ひどい話。そう、高間ヶ原騒然として従者がまた走ってきて「アマテラス様佐野様が御殿でクソをまき散らしておりまする」それぐらいいいだろ。でアマテラス大神もちょっとこの一連の流れで反省してたんやの。弟のスサノオがマジでそういう気持ちやなく来てたったらちょっとやりすぎたかな、そのクソっていうのはみたいな、スサノオがその、神殿にわざとしたんじゃなくて酔っ払って吐いたやつじゃないのみたいな、どう見てもクソでございますとか言うねん。いやでもみたいな、でも
田んぼとかもなんかそのスサノオ的には良かれと思ってやったんじゃないとかいうすごい苦しいかばい方をするんだよ。なんかこのシーンでちょっと天照大神のちょっと後悔というか、ちょっとやりすぎたなみたいなのがちょっと伺えるね。まあそうですね。ちょっと貴重なね心情が分かるシーンなんですよ。しかしねこの後ちょっと取り返しのつかないことが起こっちゃうんですよ。でスサノオノミコトのそのいたずらというかね悪行はどんどんちょっとひどくなっていき、エスカレートして。そうでそのある時ねその天照大神がその機織りのね、女性たちがいて機織り目っていう人たちに神聖な衣をこうやって折らしてて、その機織り小屋の天井をスサノオが穴バーンと開けてみたいな感じで穴の上からスサノオが覗いてるの。めちゃめちゃ怖いやん。はあみたいな、スサノオ様なんですかみたいな感じになって馬をね、お尻から皮ベリーンと剥いでヒヒー痛いヒヒーみたいなその馬を穴からパーンって投げんねん。でポン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 ヒヒヒーみたいな感じで投げつけられて、機織り目はうわーってびっくりしてもう飛び跳ねちゃうの。これほんまにこれ古事記に書かれてるエピソードよ。これマジであんねんけど、すごいエピソード。うわーってびっくりして機織りの機械に股間をぶっ刺して死んじゃうの。死んじゃった機織り目が天照大神が可愛がってた機織り目やったので、もう天照大神がもうショック受けてもう無理ってなって、もう何にもしたくないってなって、でもう洞窟に行っちゃったのよ。こう一人大体洞窟に行って、でもう神通力みたいなんでそのめっちゃでかい大岩を閉じちゃって、日本史上初の引きこもりが誕生しちゃった。ここでそうでその瞬間にこれまで明るかった世界がバーンって闇に閉ざされて、天井高間原も真っ暗になり、地上の世界のことを芦原の中津国って言うねんけど、その地上世界はバーンって真っ暗になる。太陽がなくなってる。ちなみにこれしれっと言われるんですけど、これまで太陽神っていうのは言われてないのよ、古事記の中ではね。この時真っ暗になるっていうことでアマテラスは太陽の神様やったってことが分かんない。このシーンそういうシーンなんですよ。でもそろそろ机もそこで来るんちゃうの？全く出てこないです。なんでよ。夜が支配するのに机に一切出てこない。仕事せえ仕事。助けに来るとか来ない。アマテラス大神を救いに来る一切ございません。出よ。でその、真っ暗な世界に魑魅魍魎、悪霊が生まれ出すわけよ。で神々はもうどうしたらいいの、最高の神、あの人がいないともう僕たちは何もできません、統治してくれた天照大神がいないとパニックっていう状況になっちゃうわけよ。うわやばい、大ピンチやん。スサノオの悪行のせいで最高神天照大神の心をへし折っちゃうっていう。で闇が訪れた悪霊が生まれて魑魅魍魎が溢れ出すの。えらいこっちゃ。もう最悪のシーンになっちゃうわけよ。でこれ次回はね、その天照大神がどうやってこう復帰していくのかっていうね、これももう天上の神々がもう知恵振り絞るっていうシーンがあるんですけども、ここからはねこれまでのシーンの考察ポイントをお話ししていきたいと思います。今回その一番のツッコミどころが実はございまして、ツクヨミと言いたいところなんですけど、ツクヨミはもうねどうしようもないですもん、出てこないから。でもそこじゃないんですよ。今回最大のツッコミポイントがこの受けのシーンなんですよ。お互いがねこう持ってるものを噛み砕いてねフッてするみたいな、これしれっとね子供生まれてるんですよ。アマテラスの五柱の5人の男の神様とスサノオの3人の女神が生まれてるの、このシーンで。で何がツッコミどころかというとね、なんかその神の感じで言ったらね、イザナミがこううわーって吐いたものが神様になってたりとかするから、いやまあそんなんどんどん生まれていくもんやんって感じやん。でもこのスサノオノミコトはその子もその後々の展開で他に奥さんとかできんのよ。で子供もできんのよ。でもアマテラスが子供を作るシーンってここしかないの。ここだけなんですよ。ここだけなの？そう。そのなんか超重要っぽいシーンがもうしれっと出てきてんの。見てる側からするとここからどんどん生んでいくんかなみたいなテンションやからさ、なるよね。分かれへんけど全体を知ってる側からするとここだけしかないんですよ。ほら。でね、神話っていうのはねいつも言ってますけど、後世にねこう実際にあった歴史を伝えるために加工した物語だって言ってるじゃないですか。まあ古事記なんてまさにそうですよ。天皇陛下ってどういう存在なのっていうルーツを描いている話なんですよ。天皇陛下のこの正当性とこう日本っていう国の成り立ちの物語なんで、この古事記の一番のポイントっていうのはこのアマテラスっていう最高神の子孫がそのまま天皇陛下につながっていくっていうストーリー、その系譜の正当性が書かれてるわけよ。つまりこの子孫
っていうこの系譜の部分が一番古事記で伝えたいところなわけですよ。今の天皇にもつながる神々の系譜のアマテラスの実の子供っていうのはこのスサノオとのやり取りで生まれた五柱の男神なのね、つまりですよ、実質アマテラスとスサノオの子供と言っても過言じゃないんじゃないのっていう、そうよね。そういうちょっとね衝撃的なシーンなんですよ。2人から生まれてるもんね。そうで、もしこれがね、これはもう都市伝説のお話です、もうね考察というか、でもこれがもし実際に歴史上であったことを加工していて神話にしてるとすれば、作った側めっちゃ考えたよなっていう、このどうこれ表したらいいのこの出来事をっていう、めっちゃ頭悩ましたっぽくないこれ。そうよね、ふわっとそんな生まれてる、ね、もしこのアマテラス大神とそのスサノオノミコトで何かあったとすれば、その出来事がちょっと公には出せない出来事だとして、それをこう神話の中でなんとかまとめなあかんってなった時にすごく考えただろうなっていう、そんなシーンなんですよ。でもこの考察はねちょっと深くなりすぎるんで、ここがじゃあ何があったのっていうところはちょっといずれお話ししたいと思います。あるんすね。はい、歴史の中でもしかしたらこういう部分が隠されたりとか、こういう部分が加工されたりっていうことを考えるだけでも面白いねシーンだなということなんですよ。聞くとちょっとやっぱね後々ここでしか生まれてないんやってなる、ちょっとツッコミどころでしょこれ。いやかなりツッコミどころですよね。そうで不思議なシーンなんですよ。ということでね、次回はですねこの引っ込んでしまったこのアマテラス大神がどうなってしまうのかってねお話と、割とねがっつり後半はね考察話をしたいと思います。ということで今回この辺でまたね、バイバイ。バイバイ。